皆さん、こんにちは。今日は自然な日本語の会話で毎日のように使われるとても便利なフレーズを勉強しましょう。N3 の文法第5回。まずはこの問題に挑戦してみてください。やっと終わった。さあ、帰ろうかな。お疲れ様でした。大変だったでしょ？いいえ。1、それよりでもありませんよ。2、それくらいでもありませんよ。3、それほどでもありませんよ。4、それでもありませんよ。どれでしょうか？正解は3、それほどでもありませんよ。いいえ、それほどでもありませんよ。では、それぞれの選択肢について見ていきましょう。まず1番目、それよりでもありません。A、B、見てみてください。どちらが大変ですか？ A は B より大変です。では、主語を B にしてみましょう。B は、この時、B は A より大変ではありませんと言いたくなるかもしれません。でも、よりではありませんは、基本的に一緒に使うことはできません。B は A より大変ではありません。ではなくて、B は A ほど大変ではありません。否定形の時には、よりではなく、ほど何々ではありませんになります。ですから1番は、よりありませんは正しくないですから、正解ではありません。2番、それくらいでもありません。それくらいというのは、何かのレベル、程度、目安が必要です。ですから、それくらいでもありません。聞いた相手には、それくらいってどれくらい？少し具体的にわからなくて不自然な日本語になっています。ですから、正解ではありません。3番目、それほどでもありません。これが正解ですね。それほど、それは何でしょうか？それというのは A さんが考えている大変レベルのことです。A は B より大変ですの図をもう一度見てみましょう。A は B より大変です。B は A ほど大変ではありません。今回のイラストに置き換えてみます。A は B より大変です。B は A ほど大変ではありません。
A というのは A さんが考えている大変なレベルのことです。B さんは遅くまで仕事をしていましたから、A さんは、ああ、B さん大変ですね、と思いました。でも B さんにとっては、それほど大変ではありません。A さんが考えるレベルほど大変ではありませんということです。それほどでもありません。あなたが思うほどではありませんよとか、大したことではありませんという意味です。4番目、それでもありません。それも違いますという意味です。聞いた相手は、それも違います？どういう意味かな？これも会話の流れからは不自然で正解ではありません。相手の気遣いや褒め言葉に対して、そこまでのレベルではありませんよというときには、それほどでもありませんが正解です。では、それほどではありません。言葉に出して言う練習をしてみましょう。寒かったでしょ？はい、どうぞ。それほどでもありません。わあ、素敵な時計ですね。高かったでしょ？はい、どうぞ。それほどでもありません。わあ、プレゼンが上手ですね。はい、どうぞ。それほどでもありません。あ、痛かったでしょ？はい、どうぞ。それほどでもありません。それでは、復習に一問クイズをやってみましょう。あ、大丈夫ですか？痛かったでしょう？いいえ。1、それでもありませんよ。2、それくらいでもありませんよ。3、それよりでもありませんよ。4、それほどでもありませんよ。どれでしょうか？正解は4。いいえ、それほどでもありませんよ。いいえ、それほどでもありません。日常会話ではいろいろな言い方があります。それを少しカジュアルな言い方にしてみましょう。いや、それほどでもないよ。ううん、それほどじゃないよ。よく使う日本語ですので、ぜひ復習して覚えて使ってみてくださいね。今日もありがとうございました。あなたの日本語学習を心から応援しています。では、また次の動画でお会いしましょう。